雑談形式の会話の中で好きなグループいるのみたいなこと振られることあるじゃないですか。音楽のバンドとかアイドルとか、そういう話だと思うんですけど、そんな時ですね、私は、やっぱりリシュモングループですかね、くらいの返しをしちゃうんですけど、ほらね、変な空気になってるから。もう笑わないとやってられんわ。はい。ということで、時計雑談の第2回です。いやー、なんで冒頭でこんな強引な話の振り方をしたかというとですね、皆さんご存知、Best is the Present、クロノス日本版 TikTok Talk っていうラジオ番組、あれのアフタートークが YouTube にあるんですけど、この前ですね、キスマイルクツーの宮田さんが出演されていて、気になって見てみたんですよね。いや、このためだけの前振りなんですけどね。えーで、言うてアイドルなんで、チャラチャラした時計つけてるんじゃないかと、そんな感じで見始めたんですが、愛用してる時計を紹介されていましてね、まず最初に買った時計がパネライっていうね、初手ルミノール。いきなりいいとこつきますよね。とはいえ、デカーツブームを牽引した時計なので、時代的にはまあ選択肢としてあるかなと思ったんですが、で、それよりもですね、私が気になったのがロレックスのサブマリーナーでして、いや、めちゃくちゃ王道じゃねって思うかもしれないんですが、なんで注目したかっていうとですね、正直ですね、キスマイと言ったら私でも知ってるくらい超有名な方じゃないですか。なのにそのサブマリーナ、ロレックスマラソンをして買ったっておっしゃってまして、いや、アイドルがマラソンするんかいって思わず突っ込んでしまいまして。いや、めちゃくちゃガチやんけ。しかもそれを平然と、いや、普通ですけどねっていう感じで言ってしまうっていうところがまた良かったですね。その動画のタイトルにもオタクアイドルって書いてありましたけど、なんかそういう庶民的なところとか時計が好きっていう感じがすごく出ていて、妙に親近感を持ってしまいましたね。今後宮田さんの時計に注目していきたくなりましたね。はい。それでもちろんこれだけを話すために雑談動画にしたわけではないんですよ。もう一つネタがありましてね、むしろそっちの方が本題みたいなところもあるんですが、宮田さんが時計へのモチベーションが爆上がりしたっていう話をしていて、次どの時計を買うかみたいな流れになったんですよね。で、その時にですね、宮田さんがパテックフィリップはやっぱ全然手に入らないですよねって広田編集長に聞いていて、おって思ったわけですよ。いや、これ実際どうなのかなと気になってまして、そしたらですね、広田編集長がと思うんですけどねっておっしゃって、もうそれ聞いて絶望ですよ。分かってますよ、そりゃ買えないことぐらい。いや、買えるほどの余裕もないんですけどね。でも一縷の望みじゃないですけど、ちょっとは可能性あるみたいな夢見たいと思っていたんですが、まだまだパテックは買えないっていうことのようですね。でも実際どうなんでしょうかね。これ先日私が某デパートのパテックのお店に行った時の話なんですけど、お店にあるディスプレイオンリーの時計たちを指をくわえながら眺めていたらですね、外国の方らしき人が来て店員さんに聞いていたんですよね。買える時計ありますかって。まあ私も時計を眺めながらこっそり聞き耳を立てていたんですが、そしたらですね、お店の方が無理っすみたいな感じのことをおっしゃってまして、これはあかんと思って私は打ちひしがれてとぼとぼ帰りましてね。実際乗降客じゃないと買えないっていうことなんでしょうかね。パテックはいつになったら買えるんでしょうか。憧れははるかに遠く、故に私たちはどこまでもってことですね。はい。ということで今日のところはこの辺にしておきます。それでは僕から以上。